前回のあらすじ。2020年に入り新たな時代が幕を開けた。国内外で新型コロナウイルスが猛威を振るい、世界各地で紛争の火種が生まれ、中東ではサウジアラビア内戦、北米では第二次アメリカ内戦が勃発。重要な石油輸入先と同盟国を失った大韓民国は、次の5年の行く末を決める大統領選挙に突入していくのであった。そんなこと言ってる場合じゃないのだ。韓国がいざという時に保有していた大量のライトで全部かっきりになっちゃったのだ。奈落だ。文字通り奈落だ。アメリカが崩れた、神の祝福を受けたち、共産主義を退け資本主義の生きる栄光として君臨していた帝国が、ある日の朝に虚しく崩れてしまった。たかが選挙結果に対する不服のせいでトランプとバイデン、その2人の人間の意地が呼んだ内戦はアメリカを引き裂いた。世界の警察は自らの喉元に銃口を向け、コロナから始まった小さな火種はついに全世界を燃やしてしまった。そして我々はある日の朝に国家不渡り状態になった。ニューヨーク証券取引所が止まるとコスピは地下を突き抜ける勢いで下がり、基軸通貨だったドルは紙切れになった。一体なぜだ？我々が何を間違えたというのか？我々はコロナと戦った。世界が疫病の脅威に怯えている時、我々は軽貿易という名で耐えた。骨を削るソーシャルディスタンス、自営業者の犠牲で防衛線を構築した。サウジアラビア国王の急逝とそれに続く王子の乱、原油価格暴騰の前でも我々は歯を食いしばった。国民の反対と非難を享受してでも中東へ派兵を決定した。それが韓米同盟を守る道だと信じたから。アメリカの要請に従うことは北東アジアの安保、我々の生存を保障される唯一の道だと信じたから。ところが我々は惜しい将兵たちの命を死地へ押し込み何を得ようとしたのか。これから我々はどうなるんだ。重要な同盟国もいなくなったしどうなっちまうんだ。もしかしたらドッカンが攻めてくるかも。今すぐに攻めてくることはないでしょう。あいつらどうせコロナで死んでるだろうし。とな、帝国地方を韓国に融資する計画があるらしいの。低成長が続いている大韓民国経済にきっとプラスに働いてくれるのだ。今度は韓国国内に取り残された大韓米軍に関する問題か。今回は武装解除させるのだ。そして国家方針は細部になるのだ。燃え上がる炎。ただありのまま成功と挫折の多山の石になればいい。よくやったことはよくやったなりに、ダメだったことはダメだったなりに評価され克服できればいい。ムン・ジェイン大統領も覚悟を決めたな。もうじき選挙だし、そこで国民から審判が下されるのだ。ブルーアーカイブがリリース。そういえばこの時期にリリースされてたか。で、韓国経済にほぼ程度プラスなのかね。数値は変わらないけどイベント分残ってるからよし。未完の青写真。青瓦台の執務室の窓の外に見えたソウルの灯が一日一日違って感じられ、任期の最後の日々が音もなく積もっていた。彼が描こうとした道は明らかだった。分断の鉄柵を崩し、傾いた世の中を正すこと。しかし彼の足取りはいつも理想と現実の境界でためらった。胸に残ったのは家業の完遂ではなく、未完の青写真が与える苦しさだけだった。結局彼は歴史の偉大な建築家も断固たる革命家にもなれぬまま、ただ静かに退場する人となった。運命。除民感を寝た彼の手には引き出しの奥深くから取り出した色あせた写真1枚が残っていた。写真の中の男はバカみたいに明るく笑っていた。もしかすると彼に出会わなかったら私は安楽に暮らしていたかもしれない。しかし彼の熾烈さがいつも私を覚醒させ、彼の不在さえ私を再び彼の道へ導いた。彼は遺書に運命と書いたが、いざ彼が残した宿題に閉じ込められ身動きが取れなくなったのは私だった。人が住むに値する世の中という我々が共に描こうとしたその青写真は、疫病と戦争で汚れた世界の中で一握りの理想として散った。世の中はさらに過酷になり、私はその宿題をついに解くことができなかった。あなたは運命から解放されたが、私は依然としてあなたがいないこの世の中で道に迷っている。写真の中の明るい微笑みが再建されなかった答案用紙を見下ろしているようだった。胸が痛む。至らないともで申し訳ないという感情だけだ。運命だ。可能ならムン・ジェイン。友であるノムヒョンの後を追い大統領になったものの、理想は叶わず結局大統領を辞めてしまったか。悲しいな。さあ、もうすぐ第20代大統領選挙なのだ。再び共に民主党か、もしくは政権交代で国民の力か。ほら、ワクワクするぞ。国家方針には大統領選挙のものが追加。イ・ジェミョンかユン・ソンニョル、この2名が有力候補なのだ。今はまだ実行状態だな。それじゃあ僕たちが支援する候補を決めるのだ。とは言っても、7個ももっとイ・ジェミョンルートが開発中だから、無条件でユン・ソンニョルなんすけどね。それじゃあ今回は国民の力、
ユン・ソンニョルを選択するのだ。ダークホース。サムスン生命で働いていたキム・ジョンフンは今日一日が楽しく感じられた。運動圏のゴミどもが汚した社会の価値を復旧させる時が来たんだ。義務警察服務時代、保守主義が強く刻印された彼にとって、ムン・ジェイン政権はまさに地獄であった。ピョンチャンオリンピック閉幕式で北韓のキム・ヨンチョルが訪南したというニュース。チョグク法務部長官は社会主義政策が必要だといった発言。チョグクの後に入ったチミエ法務部長官のユン・ソンによる検察総長との葛藤と検察総長職の解除。彼には運動権の従属主義的野心が着々と実現されているように見えた。そうした途中、ユン・ソンによる検察総長が国民の力に入党し、政治活動を広げると、自然と彼に関心を持つようになった。周囲では政界や行政での経歴がない人物という人もいるが、それに何の問題があるのか。彼が追求してきた正義ある法治主義の観点を見れば、間違いなく全てうまくいくだろう。もちろんだと思う。初めての大統領選挙ですもワクワクしますね。両陣営とも熾烈な選挙運動を行っているのだ。イジエソン陣営はユン・ソンニョルに比べて政界での経験誤差を緊急に訴えているが、負けしたユン・ソンニョル候補も演説を実行。危機の韓国を再び生かし崩れた正義と公正を取り戻してくださる大統領候補、ユン・ソンニョル。おはようございます。今日久しぶりにこの順天に来てみると、自由民主主義精神に従ってする民主化運動ではなくどこか外国から輸入してきたそんな理念にとらわれて、私もこの政権を交代せねばならず、民主党に入ることができないため、やむを得ずこの国民の力を選択しましたが、今なんて言った。こいつ、やむを得ず国民の力を選択したとか言ったの。失言してんじゃねえか。そんなおしゃべり棒を見せつつもしっかりなっているの。安保は保守。保守しか勝たん。安保が保守なら、奴らは入国。こうやって足立英を学習していくのだ。クソすぎる学習やめろ。そして我々は第三の勢力、アンチェルスに協力を仰ぐよ。当選後さ、アンチェルス大統領候補には出馬を辞退してもらって、野党候補の一本化とユン・ソンニョル支持を表明してもらうのだ。弁当街道。候補、お会いできて嬉しいです。今日も本当にいい一日だと思いませんか？普段から彼を快く思っていなかったユン候補だったが、予備選で勝利してからそれほど時間は経っておらず、気分は最高潮に達していた日だった。はは、我が代表のおかげが大きいよ。非代表が若い友人たちの心をうまく振り向かせてくれた。候補、ちょうどいいお話をされました。もしや、若い世代に対する複雑な支援制度を一元化することについて考えてみられましたか？社会が運営される体系においてあまりにも多くの法と制度が存在すれば混乱だけが過重され、いや、中国間の控訴 UFO が真を倒してから最初に行ったことの一つは、効果に従い網の目のように細かく組まれ、過度に過酷だった真の法令を。その後しばらくの間、ユン候補は静かに代表の話を聞いているだけだった。代表、よくわかったよ。ああ。ところで、弁当が本当に美味しいじゃないか？二人はしばしお互いの顔を見つめては無言で弁当を食べ始めた。候補、私は講習で日程がありますので先に行かせていただきます。会ってくださりありがとうございます。彼はただ虚しく弁当だけを見つめた。ユン・ソンニョルって国民の力の同士と仲悪いんか？まだ会わないだけかと。なるほどな。あ、なんかロシアのプーチン大統領がコロナウイルスで亡くなったのだ。世界では今がコロナが猛威を振るっているのか。ロシアの次期大統領選に影響が出るかもなのだ。アンチェルスの行方が達成。こうなった？アンチェルスは野党候補の一本化に合意してユン・ソンニョル支持に回ってくれたのだ。こうして野党一本化に成功したユン・ソンニョル候補が大韓民国第20代大統領選挙に勝利。大統領もちゃんと変わってるのだ。まさか政界入りしてから1年目で大統領になれるとは。政治に対する感覚が未成熟な上調子に乗ってるから何しでかすかわかんないのだ。国家方針もユン・ソンニョルのものに一新。早速内閣発足に関する国家方針を進めるのだ。そしてディッション画面にもユン国籍というものが追加。これが何なんだ？政治的に未熟なユン・ソンニョルは仲のいい政治家を側近に置けるのだ。側近に置く政治家によっていろんな効果があるよ。まずは政治力獲得量が増える本順家を側近に置くのだ。そしてユン・ソンニョル大統領は経済成長のための政策を開始。オフィスがたくさんもらえるね。さらに大統領室を青瓦台からヨンサンに移転。大統領がいつも国民のそばで働いているという印象を持たせるのだ。モンさんに移転できたの？ミッション画面に大統領室の項目が追加されたよ。予算の調整とか参考に支援したりとかができるといいな。あとは焼酎一杯を飲めるのだ。嫌だから焼酎一杯飲めるのだ。
今それはわかるわ。なんで、大統領室の項目内に少数ルールがあるんだの。大統領様の機嫌が良くなるのだ。仕事中だもん。あと、酒は一緒に飲むなって言われてたのだ。でもお酒飲まないとストレスで死んじゃうから。保管ボナスが軍事行為で定められた暗証区域に砲撃を行ったみたいだの。ちょっとアメリカが崩壊したからって調子乗りやがって。さらにうんこも飛ばしてきたの。もう国中クソマニアや。お腹が島からクソが。さらに北朝鮮のクソ攻撃に合わせて人民解放軍の台湾周辺海域の閉鎖を実施とのこと。日本とその同盟国のオーストラリアが激しく反発してるが、これで引き下がる相手とは思えないな。その後も中国の挑発は続き2022年の10月には金門島を占領。12月に入ると東東台湾島の軍事施設に向けたミサイル攻撃が始まったのだ。これもう戦争始まってるのでな。いやまだ正式な戦争状態ではないのだ。台湾の危機だというのに大統領は何をなっている。大統領は国民の力投資だったイ・ジュンソクが代表を辞めたことに喜んでいるのだ。何なってんすかね。しかもテレグラムでガメ口叩いてるところをマスコミにぶち抜かれてますなん。まあ何はともあれプエル島との対立も静まるのだ。戦争の時間だー。中華人民共和国の台湾侵攻。第4次台湾海峡危機は中華人民共和国と台湾の中華民国の間で全面的な紛争へと発展し、かつての国民党の台湾海峡への亡命で終結した中華内戦が再び始まった。数百機の戦闘機が島の上空を飛行し、空中戦を展開する中、中国海軍は完全に動員され、台湾本島と連合諸島の最初の上陸と中国と台湾の海軍による即時の開戦が報告されている。台湾全土に戒厳令が敷かれ、中華民国軍は完全動員体制に入っている。また沿岸警備隊からはすでに中国の上陸用舟艇が台湾海峡を渡航中との目撃情報も入っている。次回、台湾戦争。お楽しみに。